なりたいチャンネルです。姉妹チャンネルの青虫の朗読チャンネルにもよろしくお願いします。魔王学院の不適合者第4章大精霊編第129話魔王の知恵第130話進化の伝言朗読を始めます。魔王学院の不適合者第129話魔王の知恵。神の子に関する事柄について俺が嘘を指摘するのはジークも分かっていただろう。なぜならそれが俺の最も知りたいことであり、同時に奴が最も隠さなければならないことのはずだからだ。故にあえて嘘をつく事柄には神の子に関して以外のものを指定した。でなければこの時点でもう知恵比べに負けることになる。とはいえ神の子の情報と引き換えにしてまでこの勝負に勝ったところで奴にはさほどメリットがない。せいぜいがメルヘイスを滅ぼせる程度だからな。つまり本当に隠したいことはまだ明かしてはいないと考えるのが妥当だろう。ジークは神の子に関しては嘘をついていない。とはいえ今さっきの奴の言葉すべてを信じることはできぬ。嘘をつける事柄を神の子に関することに設定せずとも神の子の情報を隠すことはできるからだ。例えば嘘がつける事柄を大精霊レノについて指定していたとしよう。ミサが神の子かもしれないと示唆するためにリムネトを見せたのだから、当然先の俺の質問に対してミサと大精霊レノが神の子に関係あるか否かを奴は答えなければならない。無関係なら無関係と言わなければならないのだ。そして大精霊レノに関する事柄については嘘がつける。大精霊レノが神の子をその身に宿したと嘘をついたかもしれないのだ。その場合本当の神の子を隠すためにミサを神の子だと誤認させようとしている可能性が残されている。ふむ。では次の質問だ。残る質問回数は6回。嘘を指摘できるのは3回。ジークの嘘を暴くための問いは、神の子は1人か？質問を限定すればするほど嘘はつけなくなる。人数を答えるだけであれば神の子以外にはどうあっても関連しない。そしてジークが神の子に関連する事柄では嘘をついていないのは確認済みだ。これに嘘がつけるとすれば人数に関する事柄について嘘をつくとしている場合だろうが、可能性は低いだろう。この問いには事実を答えるしかあるまい。いかにも神の子は一人だ。ノースガリアはそう俺に語り事実だと約束した。ミーシャとサーシャは融合し神の子となるという話だから一人と数える。少なくともこれでミサ、ゼシア、ミーシャとサーシャいずれか二人以上は神の子ではなく、そう誤認させるためにジークが嘘をついたと考えられる。問題は嘘をつく事柄を何にすれば二人以上を神の子だと偽る回答ができるかだが、最も単純なのは俺の配下についてとすることだろう。そうすればミサ、エレオノール、ゼシア、ミーシャとサーシャが関わる質問について嘘で答えることができる。つまり次の質問ではそれを確かめればいい。では質問だ。ミーシャとサーシャの年齢は同じか？あえて奴にも俺にも答えが明白な質問をする。ジークが嘘をつく事柄を俺の知人や配下についてと指定していた場合はこの質問に正しく答えることはできず、必ず嘘をつかなければならない。同じ日に生まれたのだから年齢は同じだ。ジークは正しい答えを口にした。これで俺の配下や知人、あるいはミーシャとサーシャを嘘をつく事柄には指定していないということがはっきりした。ではどうやって二人以上が神の子であるような嘘をついたのか。最初の回答はノースガリアから直接聞いたことであり、奴は嘘偽りないことを約束したとジークは言った。嘘をつく事柄をノースガリアについてと指定すれば最初の質問に対して全員が神の子であるように答えることはできる。嘘を指摘する権利を使う。ノースガリアについてお前は嘘をついているな。残念だが外れだ。ノースガリアに関する事柄についても嘘はついていない。神の子が一人なのは確定している。しかし最初の質問でジークはあたかも神の子が3人いるように語った。そのうちの2人あるいは3人全員について嘘をついたとも考えられたが、嘘をつく事柄を他にどう指定してもそんな嘘をつくのは難しい。
ということは、嘘ではないのだ。少なくとも、最初の回答では、神の子であるように匂わせているだけで、神の子とは断定していない。可能性があると言ったに過ぎぬからな。ミサは大精霊レノが直接その身に宿した子で、精霊としての伝承を暴虐の魔王を滅ぼすものとする。エレオノールは天武神がジェルガとの交渉で、神の器を作るために生み出された魔法で、その器があの小さなゼシアである。そして、ミーシャとサーシャは俺が阻止しなければ、神の思惑通り、体を一つとし、神の意志と強大な魔力を持って生まれるはずだった。このうちの少なくとも2つまでは正しく、かつ2人は神の子ではない。より正確に言えば、暴虐の魔王を滅ぼす秩序ではない。この知恵比べで語っている神の子は、ノースガリアが言った暴虐の魔王を滅ぼす秩序だからだ。ゼクトにもそう規定がある。そして、その神の子は、先に確かめた通り、一人しかいない。例えば、暴虐の魔王を滅ぼすための秩序を、守るための秩序ということならば、神の器やその意志を持っていたとしても、何らおかしくはない。つまり、問題は誰が暴虐の魔王を滅ぼす神の子なのかということだが、順を追っていけば、それを確かめるのはさほど難しくはない。質問だ。神の子は誰だ？これで残る質問回数は3回。ゼシアだ。神の子については嘘をつけない。今の質問に嘘をついたと考えるならば、正体を問う質問について嘘をつくように指定しているはずだ。この場合、神の子は誰だ？だけではなく、暴虐の魔王は誰だ？食死王は誰だ？といった質問に必ず嘘で答えることになる。もう一つが、例えば大精霊レノの子供について嘘をつくと指定している場合などだ。大精霊レノはあらゆる精霊の母であり、子供は複数いる。そしてその中にはミサも含まれている。仮にミサが神の子だった場合、今の問いの正しい答えはミサだ。しかし、大精霊レノの子供については必ず嘘で答えることになるので、ミサとは答えられない。つまり、本当はミサが神の子なのに、ゼシアだと嘘をついた可能性がある。まずは前者を確認する。では、問おう。暴虐の魔王は誰だ？残る質問回数は2回。ジークは答えた。我が主、エール・ドメイド様だ。ふむ。これでほぼ決まりだな。嘘の指摘をする権利を使う。お前は正体を問う事柄について嘘をついている。静かに口を開き、ジークは答えた。残念ながら、外れだ。ほう。正体を問う質問には、嘘がつけない。これで暴虐の魔王は誰だ？という質問に嘘で答えたということは、嘘をつく事柄を俺にまつわることに指定していたか。ならば、神の子は誰だ？という問いには嘘はつけない。必然的に、ゼシアが神の子だというのが確定する。妙な話だな。残り質問回数は2回。嘘を指摘できるのは1回。俺の勝利条件はジークが嘘をつく事柄に何を指定したか、当てることだ。奴は、俺にまつわることを、嘘をつく事柄に指定している。だが、なぜそんな嘘を指定した？俺にまつわること、暴虐の魔王について嘘をつけても、完全に神の子を隠すことはできない。この知恵比べにジークが勝ったところで、奴が手に入れられるのはせいぜいがメルヘイスを滅ぼす権利だ。神の子の情報と引き換えにしてまで、俺の配下を一人葬るメリットが奴にあるか？いや、どうにも考えがたい。奴は神の子の正体を完全に隠しつつ、この知恵比べに勝たなければならなかったはずだ。ならば、神の子はゼシアではないのではないか？もしくは、メルヘイスを滅ぼすことで神の子の情報に匹敵するほどのメリットが奴にあるのではないか？いや、メルヘイスを滅ぼすことで、神の子の情報に匹敵するほどのメリットがあったとして、それならば暴虐の魔王にまつわることを嘘に指定せず、もっと確実に勝てる方法を選ぶはずだ。ということは、気がつかれたか、魔王アノス。不敵な笑みを浮かべ、ジークが言った。だが、もう遅い。この知恵比べに乗った時点であなたは俺との知恵比べに負けていたのだ。ジークは前面に半魔法と魔法障壁を張り巡らせる。ガシャンと窓ガラスが割れる音が響いた。ユニオン塔の窓を突き破り、4人の魔族が飛び込んできた。2人の魔族が手に携えているのは魔剣ガブレイド。
もう二人の魔族の手には見覚えのない魔剣があった。魔眼を働かせたところ、命はシレイピアシとツケンギイドレスと、形状的につくことしかできぬ剣だが、根源殺し特有のまがまがしい魔力を放っていた。ジークの狙いは読めている。俺が4人の魔族を撃退しようとすれば、ジークの張った魔法障壁か半魔法に干渉せざるを得ない。だが、ゼクトにより、この知恵比べが終わるまでは俺はジークを攻撃することができない。魔法を放とうと、奴の半魔法や魔法障壁に触れた時点で、強制的に消えてしまうというわけだ。まあ、想定内といえば想定内だ。少々肩透かしだがな。それとも、俺が本当の答えに迫りそうなのを察知し、あえて愚策を取ったふりでもしているか？質問と嘘を指摘する権利をすべて破棄する。これで知恵比べは終了だ。ゼクトに従い、俺はペナルティとして5秒間魔力を使えない。見誤ったな、魔王アノス。5秒もかかりはしない。二人の魔族がメルヘイスにかかったレバイドを魔剣がブレイドで打ち消し、残り二人の魔族がシレイピアギイドレスとそこにあった根源に突き刺した。これで終わりだ。ジークは魔法陣を召喚し、シレイピアギイドレスとを抜く。そして、とどめとばかりに突き出し、その根源をえぐった。よし。残り2秒ある。次の命令だ。魔王アノスを。ジークが振り向き、俺を視界に捉えるなり、表情を失った。油汗が彼の額に滲んでいた。次の命令か。どうするつもりだったのだ？素手で叩きのめした魔族たちを俺は踏みつけ、首根っこをつかみ、あるいは心臓を貫いていた。4人全員がすでに絶命している。絞り出したような声で、ジークは言った。馬、鹿、な、我が軍でも襟抜きの精鋭が。魔力を封じれば、俺に勝てると思ったか。魔族たちを蹴飛ばし、その場に放り捨てる。しかし、まんまと釣られたな、ジーク。魔力を封じれば勝機があると思っていた割に、お前は春巡もなくメルヘイスの根源を消滅させた。それでは、メルヘイスを殺すことが最優先だったと教えているようなものだぞ。奴の出方を見るために、あえて質問と嘘を指摘する権利を破棄し、ペナルティを受けた。結果がこれだ。語るに落ちるというやつだろう。触手王や天武神にとってはメルヘイスなど取るに足らぬ存在だろう。何が目的だ？申し上げるとお思いか？まあ、言わぬだろうな。一歩奴に近づく。滅ぼすがいい。知恵比べとはいえ、暴虐の魔王に勝利していけるのだ。悔いはない。ふむ、触手王の参謀はそう言っているが？俺がそう口にすると、階段から声が聞こえた。たとえ遊戯とはいえ、我が君に勝ったなどと妄想するだけで不敬なことにございます。階段を登りやってきたのは、長い白髭を生やした老人。七幕を潤うメルヘイス、ボランだった。そうは思いませんかな、触手王の参謀ジーク、オズマ殿。その質問に、ジークはすぐには言葉を返せなかった。信じられないといった表情で、メルヘイスの顔を、その根源を、じっと見つめている。確かに、滅ぼした、シレイピアギイドレスとはあなたが転生後に作った魔剣、アグロネムと、も使えないはず。お前が滅ぼしたのは、俺がすり替えた偽物だ。すり替えた？確かに、メルヘイスの根源に違いがなかったはず。まるでわからないと言った風にジークはつぶやく。最近、覚えたての魔法があってな。お前もつい宣告、リムネト、で見ただろう。そこまで口にすると、ジークははっとした。まさか、エレオノール？いや、だが、あなたが新しい命を身代わりに使ったなどと？さすがにそれは忍びないのでな、エレオノールの応用で、意識も意志も伴わぬ、疑似根源を作った。命はないが、見た目は根源と同じだ。馬、鹿な、先の戦争が終わって間もない、あなたは、エレオノールの研究はしていなかったはずだ。何？思いついたのでやってみただけだ。これぐらい研究するほどではない。それほどの根源魔法を、覚えたての魔法を、研究すらなしにか？ジークから悲鳴のような声が上がる。俺のことを調べたのなら、それぐらいは当たり前だと認識しているはずだが、どうやら下調べが足りなかったようだな。ギリギリとジークが歯を食いしばる。奴は逃げ出す隙を伺いながらも、時間稼ぎのように俺に言葉を放った。
一体いつ、メルヘイスの根源とすり替えたというのだ？お前がガブレイドを俺に渡した時だ。あの時、お前は2つのことを警戒した。そこで死んでいる4人の魔族に気がつかれていないかということ。俺がガブレイドを使って、ゼクトの魔法術式を切らないか、ということだ。それらを警戒するあまり、俺がエレオノールの魔法で、メルヘイスの根源を疑似根源にすり替えたことに気がつかなかった。まあ、魔法の存在すら知らなかったのだから、盲点だったのだろうがな。そうして、5秒間魔力が使えないペナルティが終わった後に生き返らせたというわけだ。俺に知恵比べを挑んだ時点でお前は負けていた、とは言わぬ。ゆるりと足を踏み出し、奴に事実を教えてやる。俺と戦おうなどと考えた時点で、お前はとうに負けていたのだ。もはや逃げることさえ叶わぬと悟ったか、ジークは表情に無念をにじませる。ガクン、と糸の切れたの人形のように彼は膝をついた。自決し、シリカの魔法を使ったのだ。逃がすと思うか？シリカの魔法に干渉し、その術式の一部を組み替えた。この平和な世で、わざわざ俺に挑み、負けたのだ。相応の覚悟はしていような。床に魔法陣を描く。すると、そこに魔力の粒子が立ち上り、フクロウが現れた。アズヘブの魔法だ。なかなか良い器だろう。お前にはまだ聞きたいことがあるからな。ジークは表情に無念をにじませる。一矢報いることすらできないとは、お許しを、食し王様。前のめりにジークは倒れる。その体を、グレガ、で仮装した。来い、ジーク。転生したフクロウが、忠実な使い魔のごとく、俺の腕に止まった。第130話、進化の伝言。ユニオン島の最上階。メノウを助け、戻ってきていたサーシャが言った。それで、その使い魔にしたジークってやつは何も知らないの？俺はうなずき、フクロウに言った。ジーク、お前がここへ来た目的を話せ。俺の目的は、暴虐の魔王の戦力をわずかでも削ぐことでした。そのため、知恵比べを挑み、注意を引きつけて、メルヘイスを狙いました。ジークはそう語った。とのことだ。じゃ、ノースガリアに中途半端に情報を教えられて、良いように使われたってことかしら？さてな、そうとも限らぬ。中途半端に情報を教えられ、良いように使われたのだとすれば、あまりにお粗末だ。食使用の参謀にしては馬鹿が過ぎるだろう。でも、使い魔にしたんだから、嘘をつくわけないわよね。まあな。記憶も一通り洗った。過去の記憶が改ざんされた？ミーシャが言った。そうかもしれぬ。霊人人権がアイビスの記憶を過去からも完全に消し去ったように、神の力ならば過去をなかったことにもできるだろう。転生することが、その条件だったのかもしれぬ。だが、そうだとすれば、あの時メルヘイスを狙った理由に、やはり疑問が残る。まあ、本当に何も知らなかった可能性もあるがな。と、その時、ユニオン島の最上階にエレオノールとゼシアが戻ってきた。レイやミサもすでに戻ってきているため、これで全員が揃った。わお。僕たちが最高なんだ。みんな、素早いぞ。遅れました。二人は俺たちの輪の中に入った。四座王族が手を出してきたことや、一通りの状況は、すでに、リークス、で伝えてある。一度集まり、これからの方針を話すこととした。では、メルヘイス、まずは予定通り、戦後処理の状況を聞こう。かしこまりました。メルヘイスが丁重に礼をする。以前にお話ししたことと重複するかもしれませんが、一通りお話しいたします。まずアゼシオンについてでございますが、ガイ・ラディテ魔王討伐軍を率いた総帥ディエゴは、軍事行動中に言ったことが、重大な軍法違反とみなされ、処罰は免れない状況です。暴虐の魔王の死亡が確認され、ディルヘイド軍が撤退を始めた状況で、復刊の腕を切り落としてまで戦争を続行しようとしたのだからな。何人もの兵士が目撃している以上、言い逃れはできまい。また、ジェルガの魔法や、かねてからガイ・ラディテ魔王討伐軍を結成しようと企んでいたことなどが次々と明るみに出てきており、アゼシオン側としては今回の戦争はディエゴを戦犯として決着をつけたいところのようでございます。勇者カノンについてはどうなったのかな？
レイが疑問を投げかける。霊人人剣を手に、暴虐の魔王から身を挺して人間たちを守った本物のカノンが現れた以上、これまでの転生書は全て偽物という判断が下されたようでございます。もともと、彼らの誰も霊人人剣を抜けなかった、ということで、学院内部でも疑問の声が上がっていたようです。まあ、もっともな話ではあるな。その不審が、あの戦争でカノンが現れたことで、一気に表面化したのだろう。勇者学院は残るようですが、これまでのような莫大な予算の獲得は難しいでしょう。そうそう。だから、ゼシアやレドリアーノ君たちから、カノンの名前が消えたんだぞ。エレオノールが人差し指を立てて言った。ゼシアは君と同じ姓になってたよね。レイが尋ねると、エレオノールはうなずく。ディエゴと同じじゃ、いろいろと困ると思って、変えてもらったんだ。ママ、だから、です。ゼシアが言う。うんうん、とうなずきながら、エレオノールは彼女を撫でていた。そういえば、残りのゼシアはどうしたの ?1 万人ぐらいいるのよね。サーシャの質問に、エレオノールが答えた。今はこの城の地下にいるぞ。はい？サーシャがすっとんきょうな声を上げる。地下って、地下ダンジョンのこと？あんなところでどうやって暮らすのよ。でも、結構快適みたいだぞ。どういうこと？説明しろと言った風に、サーシャが俺を見てくる。無論、増築と改装を行った。最下層については、ゼシアたちが暮らしやすいような街にしておいた。広さで言えば、だいたいこのミッドヘイズと同じぐらいか。はあ。驚いたようにサーシャが声を上げた。なんで地下に地上と同じ大きさの街を作ってるのよ。1万人全員が外に出ては、目立ちすぎる。とはいえ、地下に何もなくては不便だろうと思ってな。それなりに楽しめる環境を整えた。アノスは優しい。と、ミーシャが言う。限度ってものがあるわ。近いうちに、大精霊の森、ハルトヘルンに連れて行こうと思っている。俺がそう口にすると、ミーシャが首をかしげた。良いことがある？人間や魔族は1万人のゼシアがいれば不審に思うが、精霊たちは気にしない。人間と精霊は相性も悪くないからな。受け入れてくれる精霊がいれば、そこで暮らすのも悪くはあるまい。ゼシアたちが気に入ればの話だがな。まあ、その話は後でいいだろう。続けてくれ。アゼシオン側から、勇者カノンについての情報を求められていますが、いかがいたしましょうか？現在のところ、トーラの森で遭遇したっきりということで、アゼシオンはなんだカノンについては気がついていないようでございます。メルヘイスが俺とレイを見た。顔も覚えていないかな？人によっては覚えている可能性もございますが、広く知れ渡ることはないでしょう。できれば、行方がわからないことにしておいてもらえると助かるよ。勇者カノンだということが分かったところで、良いことはあまりなさそうだからな。面倒ごとを押し付けられるといったことも考えられる。かしこまりました。では、そのように回答しておきます。戦争の後アゼシオンの民の様子はどうだ？ジェルガ、そしてアスクの魔法による後遺症はそれほどでもないようでございます。9割の人間はアノス様とレイ様がアスクを逆転した魔法で魔力を希望に変換し分け与えましたので、ほぼ回復しております。残る1割ほどの人間も命に別状はございません。ふむ、ひとまずは間に合ったということか。しかし、希望を無理やり吸収され、暗闇を放った経験は忘れられるものではないようでございます。アゼシオンの民の間では、深き暗黒の口づてがやはり本当であったという意識が根強く残ってしまいました。どうもあれが、ジェルガ、ではなく、暴虐の魔王の仕業だと思っているようでございます。まさか勇者たちのアスクが自らに牙を剥くとは夢にも思っていないだろうからな。当然といえば、当然か。暴虐の魔王というと、あちらの認識もまだアボス、ディルエビアだな。さようでございます。先の戦争にて、アボス、ディルエビアは勇者カノンが討ち取った。しかし、またいつの日にか復活し、深き暗黒をもたらすのではないか。そんな不安がアゼシオン中に蔓延しているようでございます。まあ、あれだけの目に遭えば、恐怖を忘れられずとも無理はあるまい。すぐにどうなるわけではないが、人間が魔族を恨むきっかけになりかねないな。
魔王再臨の式典では、アボス、ディルエビアのことにも触れ、アゼシオンとの友好に一役買ってもらうのがよろしいかと。俺とカノンが協力し、偽の暴虐の魔王であるアボス、ディルエビアを滅ぼしたことにするわけか。さようでございます。それも、ある意味、事実でございますし。であれば、魔王再臨の式典にはカノンにも出てもらった方がいいわけだが。レイを見る。あまり目立ちたくはないんだけどね。鎧着る？ミーシャがそう提案する。いいかもね。鎧と兜であまり顔をわからなくしようか。霊人人権さえあれば、勇者カノンだとわかるだろうし。では、その方向で進めておきます。メルヘイスが言う。大まかにはそんなところでございますが、何か気になる点はございましょうか？いや、今日はそのぐらいで構わぬ。本題に入るとしよう。エールドメイドについてでございますか？ああ、奴の体と根源はノースガリアに乗っ取られているようだが、いつお前に接触してきた？一瞬、思い出すように黙り込み、メルヘイスは言う。つい数日前のことでございます。触手王はこの魔王学院へやってまいりました。そして、教員になりたいことを申し出たのです。彼は欠員補充のために行われていた採用試験を受け、合格しました。実際に会ったか？ええ、アノス様のことを知るお方ですので、直接会い、話をいたしました。と言っても、大したことは申しておりません。新しい時代では、後進を育てたいと触手王はそんな風に言っておりました。2000年前の魔族が正式に訪ねてきた場合には丁重にもてなすように言ってあったからな。しかし、俺が目覚めるまで待っていたのは、どうも友好のためではなさそうだ。アノスが暴虐の魔王だと証明する、ゼクト、と七魔功労の調印って、教師はみんな持ってるの？サーシャが尋ねる。信頼のおける教師にはすでに伝え、調印した、ゼクト、も渡しております。触手王もアノス様のことをすでにご存知でしたのでお渡しいたしました。今となっては、俺が暴虐の魔王だということを証明して不都合は何もないことだしな。お前が触手王に会った時点で、すでにノースガリアに体を乗っ取られていたか？残念ながら、わかりませぬ。申し訳ございません。まあ、そうだろうな。仕方あるまい。アノス様にお伝えしようとしたのですが、リークスでは傍受される可能性もあり、しかし姿も魔力も見つけることができませんでした。ああ、すまぬ。地下ダンジョンの改築に凝っていた。まだエリオにも伝えていなくてな。賊が侵入したと思われては大騒ぎになるため、こっそり隠れて作っていた。こっそりとんでもないもの作ってんじゃないわよ。小声でサーシャがぼやいていた。ノースガリアの件とは関係しないかもしれませんが、一つお耳に入れておきたいことがございます。なんだ？統一派にはいち早くアノス様が暴虐の魔王であることを伝えていたのですが、つい先刻、統一派のトップ、創立者から連絡がございました。確か、メルヘイスが会ったこともない正体不明の魔族だったな。どうした？自分は2000年前の魔族だと申しておりました。なるほど。それで姿を現せなかったわけか。名前は？暴虐の魔王の側近、シン・レグリア、と。進化。転生がうまくいったのか。どうやら記憶があるようだな。大精霊の森、ハルトヘルンにいらっしゃるそうです。かつてのあなた様の腹心や配下は、皆そこで転生を待っていたようでございます。俺に気がつかれぬよう、ディルヘイドからは離れていたというわけだ。だが、もうアボス、ディルエビアの件は片がついた。なぜ姿を現さない？動けない事情があるとおっしゃっておりました。アハルトヘルンでお待ちしている、との伝言を受けたまわりました。シンは俺に出向け、などと言った試しがない。たとえ、神が立ちはだかっていようと、あの男なら叩き切ってでも自ら俺の元へはせ参じるだろう。つまり、よほどの事情があるというわけか。アハルトヘルン。ミサがつぶやく。大精霊レノのことが気になっているのか、浮かない表情をしていた。呪い王の配下が持っていた。半分の魔剣なんだけど。神妙な顔でレイは、剣先のない半分の魔剣を取り出した。それは、もともと、ミサの父親が持っているはずのものだ。深淵を覗いたら、本来の姿が分かったよ。俺は魔眼を向け、
レイが手にした魔剣の深淵を覗く。ふむ、そういうことか。半分ずつではわからぬが、両方揃えば真の姿がわかるようになっている。もっとも、その剣を見たことがある者に限っての話だが、レイは台座へ歩いていく。そこにはもともとこのユニオン島にあった半分の魔剣が刺さっている。それを抜き放ち、呪い王の配下から奪った半分の魔剣と重ね合わせると、二つは黒い光に包まれた。魔剣が一つになり、ぐにゃりとその輪郭を歪める。真の姿は直剣ではなく、極剣だ。略奪剣切りオノジェス、か。真が使っていた、この世に二つとない魔剣である。次回は、魔王学院の不適合者、第131話、アハルトヘルンのありか、第132話、アハルトヘルン遠征試験、高評価、チャンネル登録、お願いします。応援コメント励みになります。ありがとうございます。